はい、唐揚げ弁当お待ちどうさま。手提げ袋をお客さんに渡すと、笑顔でありがとうと返ってくる。私の名前は井原京子。料理好きが高じて、田舎の駅前で弁当屋を営むおばちゃんだ。高校生の息子が一人。そして、さっちゃん、今日も無事に一日終わったよ。最後のお客さんを見送り、店じまいの前に、いつものようにぽつりと独り言をこぼす。もう一人、天国にいる大切な我が子、サラ。5年前患っていた持病が悪化して亡くなってしまった最愛の娘だ。さて、ちゃちゃっと片付けちゃいますか。元来器用な手先と計算が好きである私は、一人でこの弁当屋を切り盛りしているが、今のところ不便は感じていない。調理の工程、物事の順序、優先順位などを考えることが苦ではないのだ。けれど誰かと一緒に同じ作業をするということにどうしても抵抗がある。そのためこうして小さなお弁当屋さんを一人でやっているのだ。お母さん、ただいま。ああ、智之おかえり。悪いんだけど看板中に入れてくれる？大きな部活のカバンを背負った息子が帰ってきた。笑顔でそちらを見ると、カウンター越しから一つお願いをする。すると、京ちゃん、俺がやるよ。あ、ケント、悪いね。ありがとう。息子の友人である田中健人がひょいと軽々看板を抱えて店内に入ってきた。続いて智之はシャッターを下ろしてくれる。母さんもさ、年なんだから誰か雇えよ。やめてくれよ。私は一人が気楽なんだよ。最近智之は私のことを心配してこんなことをよく言ってくる。昔はチームで仕事してたくせに。え？なんでもない。姉ちゃん、ただいま。それに昔はということも。実は私には一部の記憶が抜け落ちているという事象が発生していた。娘が亡くなる以前の自分のことだけがどうしても思い出せないのだ。どこに住んでいて、どこで何をしていたかという記憶。お医者さんにかかってもどこにも異常がないため、そのうち戻るかもしれないし、戻らないかもしれない。今を大切にとしか言われないので、そのままにしている。智之も親戚も友人もそれについては教えてくれない。いつかと濁しているので、私自身もそれでいいかなと思っているのだ。そんな智之が最近こうして昔はということを口にするようになった。心境の変化があったのか、それとも。二人ともシャワー浴びておいで。唐揚げあげておくよ。やったー。京ちゃんの唐揚げ。ケンとお母さんの唐揚げ超好きだもんな。わいわい大きな息子が二人、浴室の方へ消えていった。私はレジを閉めて、奥の自宅部分へ戻る。一日中料理をしていても何ら苦にならない。これが私の天職なんだろう。天職。自分で言っておいて何か違和感を感じるが、気を取り直して冷蔵庫から鶏肉の塊をドンと出す。母ちゃん。その時浴室から智之の悲鳴が聞こえた。何事か慌ててそちらへ駆けつけると、ケント？ケントが頭を抱えて倒れていた。よく見ると痙攣している。どうしたんだい？突然頭が痛いって倒れたんだ。母さん、俺救急車呼んでくるから、ケント頼む。頼むだってあんた。母さんなら大丈夫だ。なぜなら、とにかく頼んだ。そう言って智之が浴室から出ていく。私は何をどうしていいのかわからず、おろおろするばかり。トリアージの基本は、優先度を正確に見抜くこと。緊急性があるかないかは目の確認、呼吸の確認、意識、体温、失禁の有無。悩むなら手を動かす。
突然頭の中に響いた声に無意識に体が動く。ケントの意識を確認、目の動き、呼吸、体温を見て、それから下半身に視線をやる。意識レベル、動向拡大はしていない。急激な体温変化なし。失禁はしている。これは緊急を要する事態だ。一刻も早く専門医に引き継がなければ。母さん、救急車すぐ来るって。智之、寝室から毛布。それからケントの母さんに連絡しな。おそらく県をまたぐことになる。これはうちの町じゃどうしようもない。早く連絡して。わかった。自分でもどうしてこんな言葉が出てくるのかわからない。それでも今はケントを救わなければ、その一心で智之に指示を出す。少しでも早く処置が始められるようにするには、ルート確保の動線を。その時家の外からサイレンが聞こえてくる。バタバタと足音がして救急隊員が到着した。どうされましたか？突然浴室で倒れたんです。意識レベル、応答はなしだけどうめきあり。動向拡大未確認。失禁ありで痙攣あり。すぐに脳神経科のある専門病院へ。あなたは医師ですか？私。とにかく救急車内へ。言うなり救急隊員はテキパキとケントをストレッチャーへ乗せて外へ運び出した。搬送が始まるまでそんなに時間はかからず、ケントの両親が到着する間もなく、私と智之が付き添い救急車を出発した。ほどなくして到着した病院は近県でも一番大きな帝国病院。ここなら設備も整っているし、ケントの手術をすることもできる。手術、一体。母さん、もしかして記憶が。智之の言葉もどこか遠くから聞こえてくるようだ。その時処置室のドアが開いて中へ招き入れられた。適切な判断ありがとうございます。お医者様とお見受けしますが。いえ、私は。正直この症例は私では手術できかねます。そんなことを申し訳なさそうに医師が言った。どういうことですか？今レントゲンを撮ったのですが、これを。示された写真にはケントの頭の中が写っていた。そこには大きな腫瘍と乖離した組織、動脈瘤が一部破裂している。緊急手術しないと命はありません。しかし今、うちの病院には脳神経外科医がいないのです。何ですって？難しい状況ではあるが、手術で回復が見込める状態。それでも執刀医がいないと。近県で一番大きな病院であるここでダメならもう。母さん、どうして私、一体。医師がいない。いない。私しかいない。なぜかそんなことを思い、体の震えが止まらなくなった。私が？私、どうして？私は弁当屋で。京ちゃん？一人の車椅子の少女が驚いた顔をしてこちらを見ていた。京ちゃん、京ちゃんだよね。私たちのヒーローのお母さん。一体。嘘だろ？お前まことか？隣にいた智之が絶叫にも似た声を上げる。それから私の手を引いて少女に近づいた。お前自分で動けるようになったのか？だって京ちゃんが私を治してくれたのよ。リハビリだってうんと頑張って。サラの分まで頑張らなきゃって。サラって、どうして娘のことを。すると少女はスマホを取り出し、何かを操作すると、画面を私へ見せてきた。そこには、さっちゃん？そこには少女、まことちゃんと、一緒に笑顔で写真に収まる娘、サラの姿があった。次々に写真をめくると、どれも二人の満面の笑み。時々智之も一緒に写っている。そして、お母さん、ありがとう。
ずっと大好きだよ。誠を助けてあげてね。包帯だらけで、それでも笑顔のサラ。それはサラの最後の姿。母さん。頭の中に情報が押し寄せてくる。サラは、娘は事故に遭ったのだ。それで脳死と診断されて、臓器提供に同意していた。親友である誠ちゃんは、生まれつき心臓が悪く、20歳まで生きられるかどうかと言われていた。自分が事故に遭い、一命を取り留めたその時に撮影されたその動画。思い出した。私は、娘を助けられなかった。天才脳神経外科と言われた私は、娘の意識を取り戻すことに成功したものの、体の損傷が激しく、命をつなぐことが精一杯。最後に会話をしたその時、私の隣には誠ちゃんがいた。サラが何よりも大切にしていた大親友。最後の娘の望みは誠ちゃんを助けること。そしてサラはその1ヶ月後、脳死の判定を受けて臓器を提供した。誠ちゃん、ありがとう。私思い出したわ。きょうちゃん。誠ちゃんをぎゅっと抱きしめてから、ケントに振り返った。私が出頭します。涙を拭いて立ち上がった。そう、私は天才脳外科医と言われた井原京子。そしてこの帝国病院は元私の職場。ここの設備なら、私なら。娘の親友の次は息子の親友。やってやろうじゃない。ケント、まだ唐揚げ食べてないでしょ？死ぬなんて許さないよ。そう言って私は手術室へと急ぐのであった。母ちゃん、ただいま。はいよ、おかえり、智之。いつもの閉店時間過ぎに智之が帰ってきた。言われるまでもなく看板を中に入れてシャッターを下ろす。ケントのとこ行ってきた。来週退院するってさ。ちゃんとおとなしくしてたってことだね。予定通り。ははは。それで退院したらそのままうちに来るってさ。唐揚げだね。まったくしょうがない子だね。レジを閉めながら智之と笑い合う。きょうちゃん、厨房掃除終わったよ。ありがとうね、誠ちゃん。あ、ともくん、おかえり。おう、ただいま。奥からひょっこり顔を出した誠ちゃんを見て、智之がさっと頬をあからめる。ほら、見惚れてないでさっさと風呂入っておいで。別に見惚れてなんて。ぶつぶつと何事かをつぶやきながら奥へ消えていく智之を誠ちゃんと笑い合って見送る。あれから私は人手不足の帝国病院の脳神経外科に非常勤で勤めながら弁当屋を続けている。退院してリハビリとしてうちで働いてくれる誠ちゃんに助けてもらいながら。ケントの手術は成功してもうすぐ退院できるようだ。即時の手術が功を奏した。後遺症もない。私は娘を亡くしたショックで医師であったことの記憶がごっそりなくなっていたのだ。それを大事な人が倒れたことで記憶が戻り始め、誠ちゃんが記録していてくれたサラの最後の言葉で完全に取り戻した。娘は帰ってこない。それでも今ある幸せを大切にするために医師として弁当屋として生きていくことにしたのだ。きょうちゃんと呼んでくれる人がいるから、唐揚げが大好きだったサラのためにも、これからもしっかりと生きていこうと胸に誓うのであった。